ママたちも行ってくるね。ありがとうね、お留守番してくれて。おいで。お留守番しててね。ねえねえ、寂しくカメラない見た瞬間におばあちゃんとばあばあちゃんと待っててね。待ってられる待ってられそうね。待ってられそうよかったよかった大丈夫だママたちの方が心配してたわ。あそうか一人でお留守番してもらうの。じゃあばあばあちゃんばあちゃんととおままごとして遊んで待ってて。おいしいお土産買ってくるね。何が食べたい？いちごケーキ。おー、オッケー。いちごケーキ買ってくるね。じゃあね、選びよ。たくましいわ。京都に来ました。まずお友達のライブが京都であって、それに来るのがメインの理由であったんですが、みんなにもそのお友達を紹介したいと思います。ライブ本番は映像撮っちゃダメだから、それやったらぜひリハーサル見に来てって言ってくれはって、でどっかでちょっとサクッとご飯を食べてから行こうと思います。これ見せてあげたこれ何？京都京都。おおー、京都。いよいよめっちゃ楽しみ。なかなかやっぱちっちゃい子がいるとさ、ライブって行けないやん。だから今回ね、こういう風に誘ってもらってめっちゃ嬉しい。嬉しいな。東京の普段のクリスしか知らないから歌ってる初クリステレビでもね、よく出てはるから、テレビとかではよく見てるけど、子供いはるからね、家族ぐるみでお付き合いさせてもらってるから、本当はすーちゃんたちにも見せてあげたいけど、だいぶ大きくなってからの楽しみだ。まあこのライブもやけど、モドとちょっとゆっくり2人でご飯食べれるっていうのが一番嬉しいわ。まずさ、リハちょっと見せてもらって、撮影もさせてもらって、本当のライブ自体が5時スタートや。だからちょっとどっかちょっといっぱい飲みに行く。行こ京都は任して連れて行くし、どうしよう。ちょっと前の方もの方がいい。あ、ごめんなさい。すいません。すごいよね。なかなかねこんなとこ入れないもんね。お客さん見えないとこですね。準備してるとこ。そうですね。すごいね。すごいすごい。見ていいの？すごいね。会場のステージからの景色。コンプレックスのあれね。わかりやすいですね。やっぱり皆さんすぐわかる。あね。うんわ素敵。そうこんなちょっとすごいね。階段がありますね。でちょっとでもこっちも結構久しぶりのライブで、そっか。もうバンドみんなもすごいもう嬉しくて盛り上がってる感じ。そうですよね。こんなようめちゃくちゃいい感じで。すっごい。はい、ありがとうございますす。ごいね。すごいね。舞台って本当魔法の世界だね。何回目かな、6回目のツアーかな。日本で。はいデビューとした後47回、もう5、6回、6、7回ぐらいか。全部日本全国回って。そうですね。47都道府県ツアー2週。わすごい。47都道府県ツアーってすごいやすごいね。これね。だからすごいじゃんもう
クリスさん優しいからさ、いろいろクリスさんがやってくれはいどうぞどうぞ。優しいからいろいろやってくれるだってライブ前のこのねライブ前にね、一人やってもらう押しかけて申し訳すいませんない。全然もう慣れてるからライブの前だからもう落ち着いてつまんないかも。なんか最近すごい聞かれてるけど、なんかライブの前に何か気をつけてるところがありますかとか、喉のケアとかなんかしてますかって言ってるけど、何もしてない。なんかこんなに喋らしちゃダメなのかなってちょっと心配してるぐらいなんで、全然もうこんな感じで自由に喋ってる。このね、もう普段と何一つ変わらない感じが素敵だよね。いいもう何もしてない。もう激辛もの食べてゲームやったりして。TikTok ライブ見たりしてめっちゃ暇って感じで何それそれでも僕のステージのウォームアップになってる。なんなんか何も考えないで楽しくやろうっていう気持ちで。すごいすごい、はい、ライブはよく行ってる？全然。私はライブ行ったのが2年前、初めて玉置浩二さんがライブに行って、いいチョイスだね。そっちの方が良かったよ。私はファンだったから行って、すごいね。でそれからコロナに入っちゃったからもう行く機会がなくて、富士山は最高だね。で元と一緒にその時行ったから私たちも2年ぶりのライブ。プレッシャー感じるよ。浩二さんだと。このツアーはもともと9月予定だったから、そう延期になって、もう半年ぐらいもうずっと待ってて、バンドの皆さんもファンのみんなもね、ファンの皆さんもだからすごいエネルギー溜まって、もうとりあえず楽しいライブやろうって感じで、もう曲いっぱいでトーク少なめでなんかもう喋らないでもただ歌うみたいな感じで、こんな感じにもうライブを考えて作ってる。今回のこのツアーは全部で何公演ですか？10公演か。で日本回って、ちょうど半分か。折り返し。おお。そうだからなんとなくすごいリズムできて、なんかやったって感じだって、すごいエネルギーできて楽しみにしてます。やったもうプレッシャー感。子供もママチャリで送っていい場合はこんな仕事。それ入れちゃっていいの？普通に言うてよ、ママチャリ乗ってるよって。ラジオで。言うてる。そう、その時しか知らない。そう。そこしか知らないからね。そう。逆にこれもありますけど。いやなんか2年間ライブできなかったからそんなに。逆にもうパパ生活の方が長くて久しぶりにアーティスト生活やってなんか僕ずっとこの仕事やってたっけみたいな。やばいね。はしゃいじゃダメ。クリさん来てます？来てないですよね。来てないの。ちょっと確認しましょう。はい、すみません、今ちょっと確認してます。TikTok をご覧の皆さん、こんにちは、クリス・ハートです。Love is Music 2022年のツアーのサウンドチェックです。今日は京都、楽しんでください。Here we go. I've been calling, you've been stalling, telling me we're going out. It's getting old, stuck on hold, so I should have known. You think I'm easy, cause you're needy, saying things I wanna hear. Make up your mind, you're fine, and I'm coming home. It's 12 o'clock and I could be watching Netflix, binging on a Breaking Bad. Or we'd be out and I'd be the greatest thing it ever had. Change your mind. This is where I draw the line, cause you do this all the time. Oh girl, notice that gold on the back when you change your mind, cause you're gonna change your mind. Oh no, oh no.
on the gram looking for attention. No one's gonna tap that hard. You should know 'cause it's over if you never start. I don't wanna be left behind, and this happens all the time. Oh girl, no, if you go, don't look back and you change your mind. This is where I draw the line, 'cause you do this all the time. Oh girl, no, just like gold, don't look back when you change your mind. But I don't need to be here right now. I could be home lying on my couch instead of waiting here letting you hold me back. 'Cause I don't need your love right now, and I don't need to fall in your trap. While I'm waiting here letting you hold me back. I don't wanna be left behind, and this happens all the time. But girl, no, if you go, don't look back when you change your mind. This is where I draw the line, 'cause you do this all the time. Oh girl, no, just like gold, don't look back when you change your mind. 'Cause you're gonna change your mind. Oh no, oh no. Oh, you're gonna change your mind. Oh no, yeah.ありがとうございました。TikTok の皆さん、今日は京都公演です。残りは、埼玉、愛知県、大阪、東京、詳しくはプロフィールリンクをチェックしてください。Thank you! See you! バイバイ！はい、OK です。すごかったね。すごかったよ。やばかったよ。やばかかっこよかったね、クリスったね。さんね。めちゃくちゃかっこよかった。ねえ。リハのね、1曲だけ聞いてちょっと失礼してきて、で次5時から本ちゃんのライブね。でも本ちゃんのライブはみんなにお見せできないから、こうやってクリスさんが配慮してくれて見せてもらいました。ステージ上にいたの10人いたでしょ、で裏方さんももう何十人っていたでしょ、そうやね、すごいね。それをさ全国回ってるんだよ、すごいよね。すごいね。面白い仕事だね。面白い仕事だよね、あのチームを率いてる座長だしね、クリスさんがね、勉強になるね。勉強になります。刺激になるね。すごい刺激になった。まあこれからだけどね、コンサートは。コンサートこれからのそうリハーサルの1曲だけですごい感動しちゃってもう終わったみたいになってるけど、景気づけに時間があるから、ちょっと2人で久しぶりのデートをしたいと思います、見に来る？一緒に行く？じゃあごめんなさい。あ、すいません。はい。すいません。ありがとうございます。乾杯。では、京都のまだお昼だけど夜に乾杯。舞台とか音楽を聴き行く前の最高のお酒でございます。そうやね。ここだったら誰もお客さん映らなくて、ないね。五重の塔だからこの場いいですね。すごい人だね。わあ、すごい人だ。ご案内があるまでお席にてお待ちください。じゃあね、じゃあね。2時間楽しませてもらいます。バイバイ。ちょっとタクシーとりあえず乗ろう。乗ろう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかすっごいエネルギーもらったね。もらったね。元気になったわ。すっごいもう楽しそうに歌ってたでしょ。もうめちゃくちゃ楽しそうに、めちゃくちゃなんか子供みたいな感じで歌ってたのがさ、すごいもうなんで胸に来てさ、もうボロボロ泣いちゃって、始まった瞬間に包まれたよね。包まれたよね。しかもやっぱりコロナで延期になった
ライブが今日やったって言ってはったから、なんかその間いろんなさことがあったんだろうなとか、いろんな気持ちを乗り越えてきたんだなって思うのがこう胸にきて、なんかもうボロ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 泣いちゃった。事情をさ、聞いてたからさ、うん俺たちも知ってる奥さんと一緒に奥さん歌詞書いてね、歌詞書いて、クリスさんが歌ってね、クリスと一緒に飲んだ時にさ、これからの人生を楽しみたいみたいなことを言ってたじゃん、言ってたよね。俺らもそんなにまだ何も始まってない時だったし、クリスは何も知らない俺たちをすごい応援してくれてたし、そんなような経緯を考えながら聞いちゃったからやばい。なんかそれですごい楽しそうだったじゃん。いやほんとそれがなんていうのかな、それがすごく思ったよね。なんかもう水を得た魚のようにもうステージにいるべき人だったよね。なんか終わった瞬間に思ったのは、あの人の人柄がやっぱり伝わる、だからファンが増えるんだろうね。そうだね、クリスハートワールドを体感したよね。体感した。なんかあそこの場にいた人たち全員がそういう気持ちになったと思うね。これ結構何回来てもいいなと思う。何回来ても何回来てもなんかいいな。ここここかかみさん。よし行きましょう。お連れ様おいでになりました。ありがとうございます。こちらです。よかった。やかといです。すいません。すいません。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめん。ちょっといろいろインタビューが。でもすごい急いでくれた。ね、すごい早かったじゃん。すごい早かったなんよ。とかなりました。いやもうありがとうございました。いや、ありがとうございました。めちゃくちゃ感動した。もう今アルコールしてきたからちょっともう一回握手。いやもう本当にね、もうしびれます。よかったよかった。もう結構緊張してる今回のツアーで。本当に。緊張してない感じだったけど。デビューしてから初めて自分で作った曲、プロデュースした曲も演奏なんですよ。そっか。今まではやっぱりもう別の作家さんとしても曲を作って、ある意味日本の音楽のプロをやって、でそれはもうなんか自分の曲としていろいろなんかプロデュースも参加してたんだけど、完全にもう 100% 僕と妻の作品になってるから、みんな今井健はどうなるかなとか、新曲でなんかみんな知らないから大丈夫かなってずっと思いながら歌ってるけど、もうすごい明るくてなんか楽しかった。いやちゃんとが流れた時も私もめっちゃ涙流しちゃう。ごめんなさい、ごめんなさい。ねえ。それは妻がね作った曲で、夫婦喧嘩から生まれた曲もうママたちの疲れで、でもパパたちも理解してない。だったらもう今の気持ちを曲にしてってそれすごいよね。そのままのもう何でももう 100% フィルターなしで言いたいことを曲にして、僕はもうそれでメロディーを作ります。で僕は歌う、その気持ちちゃんと理解できるように、このまんみたいにならなくていいよとか、なんかそういうところが結構響いたから、じゃあ僕は頑張ってこの曲を大切に歌いますみたいな感じになってたけど、どうだった？ちゃんとなんかその時だけ一人になって、なんかこう思い入れがねある曲なんだなっていうのも伝わってきたし、そうですね、その曲だけは僕は一人で歌うことになって、いやなんかそれをその奥さんが作詞したっていうのを知ってたから余計に、そうですね、なんか夫婦でね舞台立ってるっていいなーってすごい思った。そう、歌詞がね、歌詞がね、瞳そうだよね。瞳はもうフィルターがないっていうか、今までよく綺麗な言葉を使わなきゃいけないとか、そういう考えがあって、外国人が日本語の曲を歌うっていう感じだったら、明るい感じとか応援ソングが多いとかそういうのがあるけど、瞳は全然そういうタイプじゃないから、そのまんまもう暗い内容でもなるほど、表現したいから、今までと全然違う言葉とか、なんか全然違うイメージ、音とかも出たりして、結構楽しい作業になった。へー、だよね。夫婦でね、揃ってね。とりあえずみんな楽しめてよかったって。いやお客さんもめちゃくちゃ喜んでましたね。なんか思ったよりすごい盛り上がってね、みんな声出せないから。そう、声出せこうやってね、みんなこうやってそう、海外と比べてまだまだそこまでできないから、ガイドラインが結構厳しくて、まだ声出せない方で、手拍子だけで楽しんでくださいみたいになって、
でこっちはもうイヤモニっていうかそれ耳に入ってるそのモニターがあって、そんなに外の音は聞こえないから、そうだから本当に皆さんもバーってやってる時はすごい分かりやすくて、こっちも盛り上がるけど、それ以外は本当にもう何も聞こえてなくて、なんか大丈夫かな、聞いてるかな、寝てるかなみたいなちょっと心配もあるけど、なんか一体感すごかった。すごかった。そうね、よかった。あ、すいません、お疲れ様でした。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いただきます。いやー、おーすごい頑張ってよかったまあこれもコロナ禍の影響で、なかなかやってないよね、ツアーとかイベントで居酒屋にいたりとか、なんかそっか。だからなんかライブ終わってから久しぶりにビール飲んでなんか気持ちよくて日本の打ち上げとかなんか飲み会とかすっごい好きになって、好きすぎて一番恋しい、もうこの中やっと落ち着いたらもう絶対居酒屋に行きたいなと思って。そうよね。私の視聴者さんにもすごい日本が大好きな人が多いけど、そうですね、そのクリスさんのことを知らない方ももちろんいらっしゃるかもしれないから、なぜこんなに日本で誰でも知ってる歌手になって今、日本でこんなに活躍してるかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、なんでだろうね謎ですね。でも結構日本にいつか住みたいという人も多くて、そうですね、はい、日すごく多い。本語勉強してる方もよく見てくれたはるけど、なんでこんな流暢に日本語喋れるのかたまにも海外の方からも連絡が来て、どうやってできるか、もう日本に住みたいからなんかアドバイスとかすいませんみたいなことあるんだけど、でも毎回なんか海外のポップス世界を見たら、なんかみんな多分この人を見たら絶対ポップス歌手じゃないなみたいな。いやなんかすごい海外のポップスシンガーのイメージじゃないから、すごいなんか違和感がずっとあったんだけど、でも今ならもうちょうど来年は10周年で、やっとなんかまあ自分の経験をちょっとシェアした方がいいかなと思って、でもう本当になんか簡単じゃなかったけどね、なんか僕もう12歳頃から日本のことが好きになって日本語の勉強をして、でその日本語の先生がもうすごいいろいろ分かってくれて、なんかクリスがすごい日本のことが好きだからホームステイは絶対やった方がいいってお母さんに連絡して、それもサプライズでホームステイのことをいろいろ用意してもらって。サプライズ？そう、サプライズだった2週間のホームステイをやって茨城で。茨城に、はい、その時出身は？お寿司でございます。ありがとうございます。もともとサンフランシスコ出身で、でまあ、珍しくその時日本語のクラスがあって、日本語の勉強もできて、でちょうど13歳の時もその日本のホームステイのチャンスがあって、2週間それやって、でなんかもうすぐ分かった、もうここだって感じ。すごい。進まなきゃって感じで、もうここって感じ。もう難しいね、なんかいろんな人がいるからね、アニメを通して日本のことが好きになったとかあるんだけど、僕はもうアニメはそんなに詳しくはなくて、生活リズムがすごい好きだった。ですぐも行きたいなと思って、でもいろんなことがあってなかなか行けなくて、ずっともう10年間もうそのイメージして日本に戻るために頑張ろうって気持ちで、そういう気持ちでも海外で日本語を使える仕事もやったりちょっと勉強して、で日本人の友達とバンドを組んで、だから僕のキャリアとしてはもうずっと日本語で歌ってた、アメリカでも。あ、そうなんだ。そうでやっとなんか23歳頃警察の仕事やってる時に、警察官のそういろいろやったそう日本語を使える仕事を探して、なんていうか日本の化粧品ブランドのコールセンターで働いたりとか、スーパーとか国際空港とかで、最後はもう警察官の仕事やって、うちのお父さんも警察官だったけど、でそれもやりながら、まあこのままアメリカに行っても警察の仕事のままにするか、まあ日本に行こうかっていうの迷ってるタイミングで、お父さんがいや僕はもともとアーツやりたかったから、まあ子供のために、それ全部諦めて警察の仕事をやってたんだけど、後悔してないけど、今はチャンスだからもう早く日本に行ってって言われて、でプランも何もなくてそのまま日本に行こうとして、でたまたまそのタイミングでうちのお母さんが働いてた仕事で自動販売機の会社、ちょうどそのタイミングで新しい日本のオフィスを作ろうとするタイミングで、そこでもう面接やって、そこでもうハイヤーして日本の
代表っていう感じのちょうどいいタイミングでもうその仕事をゲットできて24歳から日本の生活が始めてでそういうサラリーマン仕事もやりながらたまたまYouTube でアップした動画、あの時の YouTube はもう全然今と違うけど何年前それ2010年かなでも12年前なんとなく12年前さばっかりみたいなそう、動画をアップして日本人の意見を聞きたいっていうスタンスでその曲をアップしたらいろんなテレビ番組からなんか話が来てなんか番組立ててくださいみたいなことがあってそこでなんか日本人のボイストレーニングの先生に出会ったりとか、番組に出てプロデューサーから声かけられたりとかそういう流れだった、だからもう10年間ずっともう日本に住むためにも頑張ってからの日本の生活してからも同時にサラリーマン時代、そのサラリーマンのことやりながら音楽活動もやって番組に出たりとかそういうたまたまのチャンスがいろいろ出たりしてテレビでバッと注目されて、トントン拍子にすごい有名になって、なんか紅白出たりとかなんかすごい日本の代表の歌手の一人になったみたいな感じだったけど、なんかそんなになんていうのこう熱い思いがね熱い思いがあって時にあったんで。日本に住みたい人たちってやっぱり、どうすればいいかってすごい迷ってる人たちが多いと思うけど、とりあえず何でもいい何とかしてよって感じでいろんなことチャレンジしてでそれやってる間にも多分新しい出会いがあったり、何かのチャンスが来るから、それだけだともう全然プランがなかったからもうとりあえず目標をイメージして行動するって感じでやったから夢をずっと追いかけてた掴めるっていうなんか今の歌とかでも通じるもののことを具現化してるからね、すごい不思議でもう来年は10周年だけど音楽スタートから20周年すごいなっていうことになってるけど夢はもうやっぱり時間かかるねいろいろ試してみてもうダメだったらもう変えてもいいしそういうところだけですかね勇気づけられるよね。勇気づけられるよね。見てる人は本当に勇気づ本当だよね。最近ねもう外国の方ねあんまり日本に来られなかったからもうこれからですねまた、コロナでね。そう入っていろんな夢のスタートになると思うんですけどね。そうだよね。美味しい。皆さん日本に来てこういうものを経験してほしいなYouTube もすごいもう成長っていうかもう流れがすごい早くて僕のデイビーとして同じような感じでいやもう1年もうでも2年2年ちょっとあでも2年なんですねそうまだなんか YouTube でなんかどうしようかなって思っていてなんかもうどうやって成功できるかってすごい思いを出てきたし実は着物マムっていう人はすごいよ参考になるよ参考になる宣伝してくれたいや宣伝っていうかその人も結構海外のファンが多くて、で彼女は女優一人やってるけどでもなんかコンテンツどうしようか迷ってるみたいな感じでなんか海外の方どうやってアピールするかみたいなこと分かんなくて着物マムさんYouTube 見てください参考になるですっごい勉強してた嘘緊張はこんな感じなんだ挨拶はこんな感じとかなるほどやっぱりこのような話だったらもう海外の方に響くんだみたいな感じで、先輩になってる大先輩になってるありがたいねありがたいいや本当にもう皆さんも見るだけで分かる内容とかリズムも、そうなんていうか夢を見てる人たちはいるけどでもすぐ諦めちゃうっていうか、なんか夢が怖いとか負けちゃうからなんかもうやめようみたいな感じあるけどでもなんかすごいその出会いをすごい感謝しててなんか本当にすごい感謝して諦めないっていうかもうやめられないもうとりあえず前に行くしかないみたいな。ぶつかってもなんか壁にぶつかってもなんかとりあえず夢見て頑張ろうっていう思ってる人たちに出会ったら本当に大切な出会いだなと思ってその人のエネルギーでもすごいよりパワーアップするからなんかそれじゃない人たちはもうなんかもう大変だからやめた方がいいんじゃないって言われるからねだけどさクリスさんたちと飲んだっていうかお話ししたりご飯食べた後は元気になって2人ともすごいなんかやる気がね一番最初の夜に一番最初にお食事した日の夜にずっと夢を語ってて夢を追いかけたらいい夢を追いかければ楽しい人生があるその話をずっとしてて、
それがその後だよね。黒も結構夢を現実的にいっぱい夢を追いかける。会社作ったりね。会社作った声りね。のペースが速くてやってるなよかったなみたいな感じだけど、なんか最初の一歩が一番怖いからね。なんかもうなんていうか普通にこの仕事やれば安定してるからもう大丈夫じゃないかと思ってるけど、でも実はやっぱり安定してないところもあるよね。どんな仕事でも。だからただまあやっぱり考えた方がいいのは幸せか幸せじゃないか。だからもういつでもね、なんかそういう危険なところがあるから、とりあえずやってることも満足して、なんか本当に幸せになってるっていうところ言えたらそれに十分かなってずっと思って、できる限り僕もその気持ちで今回のアルバム作ったりして、人目も変わった。もう作詞をやってからそのまま結構苦労したっていうか、やっぱりやりたいことがあるけどやれなくても大変だっていう気持ちもあって、でも子供がいるから生だからこそなんかそういうのやめた方がいいとか言われて言ったんだけど、自分の詩を作ってそっからもファンからのそのコメントでなんかその歌詞がすっごい響きましたとか、宣伝してる時も関係者もこのフラッシュバックの歌詞がいいって言って、僕の妻で伝えときます。どうぞ、次半分でございます。美しいね。奥の兜の中には深山の方の湯葉でございます。すごい。いやー、和食はアートですね。本当ですね。本当。だからそれはもう海外の方もどうしても知ってほしいな。海外で食べてる和食は和食じゃないよって感じ。食とかは全然苦労なかったんですか？僕は日本に来てとりあえず赤ちゃんみたいな感じでやりたいなと思って、本当にゼロからスタートして、アメリカと比べるところじゃなくて本当にもう全てのものを新しい経験としてやってみようと思って、だからこれが苦手とか食べれないとかじゃなくて、もうまず食べてみてすごいね。好きになるまで食べるとかもう日本人はなんでこのものが好きかとか理解したいから、もう何でも、食べてみるみたいな感じで。納豆とかも大丈夫ですよね。納豆もホームステイの時はもう全然分かんなかったけど、でも24歳になってからも納豆が美味しいよって言われて、はい分かりました。ああなるほど、醤油かけて試してみたら絶対好きになると思う、海外の方。ただなんか自分の国と比べて、これおかしいよ食べないよみたいな感じでやってるから、その大きな壁はやっぱりもう乗り越えられないっていうか、一番もう問題になってると思う。だからなんか自分の国だったらこれとかじゃなくて、日本だったら何が美味しいか、なんで食べてるか、いつ食べてるかとかいろいろ理解しようとしたら、より美味しくなる。理解しようとするってもう食だけじゃなくて何でもだよね。そうそうそう、どこの国行ったとしてもだよね。そうそうそう、どこにいてもとりあえず自分の国にはないからとかじゃなくて、自分の国にはないからこそ試してみようか。これちょっとこの国だったらまあどんなタイミングで食べてるか、そういうところを意識してやればよりもう美味しくなる。僕も全然もうビールとかも飲まなかった、アメリカで。そうなんだ。もうその文化はなかった。でもサラリーマン時代でもう飲み会で行ってはい、じゃあ皆さん、はい、じゃあとりあえず生、はい、じゃあハイボール、はい、ウーロン茶、はい、わかりました。本当に日本語のそこからの、はい、感じがすごい乾杯みたいなシチュエーションからも好きになった。へー、面白いね、それ。今の感じってあの人いないからね。あとは英語、日本語。英語あんまり。もうほとんど日本語。もう本当にもう英語使おう、なんかわざとなんか使うなんか機会を作らなきゃいけないぐらいな感じで、じゃないともう忘れちゃうし、ついてこないっていうか。すごいね。でその来た時ももう赤ちゃんみたいな感じだったからこそ、英語を通して日本語を勉強することじゃなくて、日本語で日本語を勉強する感じだった。だからそういうもう辞書とかなんかその辞典とかも日本語のやつにして、でその説明も日本語で覚えようとした感じで。まあいいなると0歳からすごい。そうそうそう、そのような感じで。日本はこんな感じだから、まずそれをちゃんと理解してからもいろいろ考えてもいいけど、もう最初からもう自分の国はこうとかって言ったらすごい問題になるし、なんかいろいろなんか文化を理解するチャンスもなくなるから、まあ一回だけもう自分の昔のことを全部捨ててゼロからスタートした方が楽かなと思うけどね。世界的に求められてる考え方だね。なんかどこが何かなくて既成概念を外してちゃんと理解して、なんかそういうのすごい求められてるね。
海外に行ってその文化をちゃんと理解して当たり前には日本はこんな感じとかブラジルはこんな感じとか、なんかそういう感じで理解して経験できたら、もっと楽しめると思う。なんかいろいろそうだね。素晴らしい。だからいろんなチャンスが降ってくるんだろうね。そうね自分で引き寄せたはんやろね。あ、そうだよ。そういうことだよ。そうだよね。引き寄せてる。ね。いや見習わなきゃいけない。これからはまたもっと引き寄せるじゃないですか。これ以上には何ができるかわかんないね。なんかそうなんかもうちょっと話が盛り上がりすぎて、これからの着物マムとモトーズブランドをしてください。僕はCM で出ます。紹介します。あと CM 歌担当。僕はジングルを作ります。タンタタタ着物マムス。やべえ、ジングルいいな。でもそれ本当に。いやね、頑張ろうね、世界で。楽しみ。歌うとるなんか。あ、ね、なんかもうお話がちょっと盛り上がっちゃって、動画回すの忘れちゃってたけど、もう全部ご飯食べたから、ね、この後は私がお世話になってたお茶屋さんにちょっとみんなで行ってきたいと思います。じゃあもっとも入って。美味しかった。すごいお腹いっぱいになった。早く皆さんも日本に来てそういうこと経験してほしいね。日本っていいよ。もう好きになって慣れすぎるともう絶対帰れないよ、自分の国に。日本に住むしかないって思っちゃう。で今日はクリスさんのライブありがとうございます。ありがとうございました。来てくれて。ね、またみんなもね、クリスさんも TikTok もやってるし、インスタも YouTube もいろいろ持ってるんで、また概要欄に貼っときます。はい、英語でも大丈夫です。あ、そうですね。僕は頑張ります。練習する。嘘。でも最近インスタとかもずっと英語でやってる。でも頑張ってやろうとしてるね。インスタ調べながらね、なんかこの言葉なんだっけみたいな感じで忘れてる。酔っ払ってるね。いや全然本当に英語全然最近使ってないから、英語練習したいから英会話のTikTok みたいな感じでやればいいなと思います。よろしくお願いします。はい。英語練習させてください。では。はい。コンサートの後は本当にありがとうございました。ありがとうございました。残り大阪と東京の公演もありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。6月24日と25、大阪、東京にもライブ公演もやっていますので、もし日本にいたらぜひ遊びに来てください。はい。ではまた。Come to Japan。京都からお届けしました。バイ。本当にありがとうございました。